はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月、5月、6月と3ヶ月分まとめた解説動画になるんですが、実はこの4月、5月、6月ってとっても素晴らしい上昇気流の運勢があるんですね。それを皆さんがどんな風に活かせるのか、活かしやすいのか、各星座解説していきたいと思います。でまたタロットも3ヶ月でどのような動きがあるのか、星っていうのは天気予報なので、この天気予報の中でどんなことに気をつけたらいいのかという心の持ち方も見ていきます。そして最後にオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。まず全体の星の動き、星の流れなんですけども、この4月っていうのは星の動きこちらなんですが、まず4月9日に皆既日食があります。これはお羊座で起こる皆既日食でして、ものすごくパワフルなんです。日食って普通で言ってもなんとなく体調があんまり優れないなって思う方も多いんですけど、それなぜかっていうと、それだけ何か見えないエネルギーがすごく動いている、新しい始まりになろうとしているっていう時なので、敏感な方っていうのはそういうのを無意識にキャッチして、なんとなく体が今変わろうとしているとか、意識が変わろうとしているってこともあると思います。でこれはもう3月の20日以降少し感じ始めている方もいると思うんですけれども、やはりスタートっていうのは4月9日がすごく適してるんですね。ですのでおそらく3月の20日から4月9日までの間に何かしら心の準備ができたりして、よしじゃあやるぞって言って進んでいくのが4月だと思います。ちょうどね、年度も変わっていろんな状況の中でやっていきたいっていう気持ちがムクムクと湧いてくるような時だと思いますね。でもう一つ、この4月の大きな星の動きとして、4月21日に木星と天王星のコンジャンクションというエネルギーがありまして、木星というのは占星術ではとっても好まれている発展や拡大を示す基地星って言われているものなんですね。私たちの何かやりたいことがどんどん発展していくとか、気持ちも楽観的になっていくとか、広がっていく、拡大していくっていうエネルギーと、あと天王星というのはオリジナルな能力を開発していくとか発展していく、特にそれが既存のものから新しいものに進化していくよっていう惑星なんですね。なので何か今までの自分の古い癖や当たり前だと思っていたことっていうものを超えて新しく発展していくよっていうエネルギーがすごくあるんです。でこれがまず皆さんの感覚の中で起きてくると思います。で感覚っていうのは、五感ですよね。自分が当たり前だと思っているこの五感の中で、もしかしたらこれは可能なのかもしれないっていう、自分の中の決まりきった考えではなく、可能性というものをもっと開いていこうみたいな形になるし、実際それを宇宙は応援してくれてるっていう時なので、それが各星座によってどの方向で応援されてるかっていうのが違うので、それちょっと後ほどね説明させていただきます。ただものすごくこれはブレイクスルーできそうなエネルギーなので、とてもいいんですね。そしてさらに次5月なんですが、5月はもう5月1日から火星もお羊座に入ってくるということで、より一層スタートのエネルギーをものすごく後ろから押されているような形になります。5月の中旬っていうのももう本当に豊かなお祭りみたいな感じのエネルギーでして、とっても強い勢いのある流れだと思っておいてください。中にはもうそれがわーっと舞い上がってるとか、もう上昇気流があるみたいな、もうすごく波が来てるっていう感じのエネルギーなんですね。で波っていうのは本当にそれだけ大きな波っていうのは、何もせずに飲まれてしまうとわーって自分がその中でぐるぐる回ってしまうみたいな感じがあるんですけど、自分がそれを意識して使いこなすぞっていうふうに意識することによって、ものすごい自分の力っていうものをその運勢によって押し上げてもらえるみたいなのもあるので、これはぜひね皆さんにね活用していただきたいんですね。この5月の動きっていうのが2024年の大きな転機になりますので、これぜひ自分の可能性を信じていい風に使ってください。でさらに5月の26日から木星というね発展拡大のエネルギーが今度は双子座に入るということで、さらに流動的になる、動きが速くなる、コミュニケーションが活発になるっていう流れが起きてくると思います。
もうこれがもう5月の20日以降、太陽がもう双子座に入ったあたり、もしくは5月24日以降、金星も双子座に入ったあたりからもうさらに流れが早いんですけど、とにかく5月っていうのはもう出だしから勢いが強い。そして中旬ぐらいっていうのはわーっと盛り上がって、さらに盛り上がったところから必要なところになんかエネルギーが流れていくっていう感じがあります。そして6月っていうのはこの5月に起きた流れを、どのように動かしていくか、どのように人と関わっていくかということで、コミュニケーションがとっても活性化するなっていう感じです。でこれは特に人との関係、関われば関わるほど得られるものがある、そこで感じるものがあるっていう風になると思いますし、もし人付き合い苦手ですっていう方も、自分の中で思考がすごく広がっていく、勉強が進むとか学びを吸収できるということもありますし、ビジネスも流れ始めるっていうこともありますので、6月は本当に豊かだと思います。特に6月の6日が双子座で起こる新月なんですけれども、この新月ってね、普通新月って太陽と月がひっついてるっていう日なんですが、それだけじゃなくて金星という喜びや社交性や愛情っていうのもぴったりこの時ひっついていて、おそらく皆さんの4月5月っていうのを過ごした後に何かしら自分の殻を破って出てきたもの、可能性というものが本当に手応えを感じて、嬉しいとか楽しいとか、とにかく喜びを感じてるんじゃないかなって思います。何かしらいい自分の進歩っていうものを感じて喜んでるっていうのが6月の全体的な流れかなと思います。すごくいいことばっかり言ってるように聞こえると思うんですけども、これがエネルギーをプラスに生かした時の形ですね。でもしご自身が今本当に動けないんだっていう状態だったりとか、ちょっと気持ち的にそこまでついていけませんっていうような状態であれば、周りがすごく早く感じたり、ものすごく強いエネルギーの中にいるんだと思ったら、そこに飲まれないように自分自身をしっかり保つっていう方法もありですから、その辺はですね、各星座細かく見ていきたいと思います。あともう一つですね、やはりこの動きが速くなる時っていうのは、もし何か問題があったとしても、その問題にずっととどまっておくということではなくて、何か流動的に動くことによって解決が見えてくるとか、違う進展になっていくということもあるので、とにかく6月以降は動きが速いんだと、流れているんだっていうことをご理解いただければ、いかようにでも皆さんの状況に合わせて活かせると思います。はい、ということでここから各星座よろしくお願いします。ではここから獅子座さんのこれからの3ヶ月をタロットで見てみたいと思います。途中で星の話も挟んでいきますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。3ヶ月分まとめてです。ペンタクルスページ、カップナイト、ペンタクルスキング、女教皇、吊るし人逆、ワンドナイト逆、カップ10逆ですね。気をつけることや対策はソードの8とジャスティスとオラクルは運命の輪の逆です。そうですか。ちょっと先にね、星の話をさせていただきますが、まずこの4月っていうのは先ほど言ったみたいな4月9日の日食っていうのがとってもエネルギーが強くて、でこのエネルギーを獅子座の皆さんはものすごく発展運として使うことができるんですね。でただちょっとその日食ってエネルギーが強すぎるなとか、もしくは水星の逆行もあったりするので、なんか意識がね高くなったと思ったらちょっと下がり、高くなったと思ったらちょっと下がりみたいな、そういう動きはあるんですけれども、それでもやっぱり行ったり来たりしながらでも自分のもっと高めに高めていこうとか、もっと精神性が強くなっていくみたいないい発展があるっていう感じがするんですね。ですのでこの時はぜひ自分が学びたいと思うことを学んでみたりとか、ドキュメンタリーとかね、こういう生き方してる人の話すごいなみたいな、そういう話を真実の話を聞いてみたりとかして、自分のこの視野をね広げるようにしてみてください。で実際に遠方に行く機会があるとか、このゴールデンウィークとかちょっと遠出してみようかなとかだったら全然いいと思いますよ。とってもいいと思います。その遠くまでちょっと行ってみることが自分の意識にすごく発展をもたらすみたいな感じがありますね。そしてそしてカードで見た時にですね、まず
なんていうのかな、こう大事にしたいもの、守っていきたいものをちゃんとこれからも守っていきたいんだっていう感じがすごくします。そのためにいろいろ頑張ってるんだみたいなね。でそれはちゃんと守れます。大丈夫です。で、今この時間っていうのは、この時間っていうのは4月のね頭っていうのはすごく聡明です。明晰な頭脳があるというか、やっぱり意識もすごく高いですし、精神性も高いし、実際のバイタリティとかもちょっとこう上がってる感じがするので、このなんかすごくこう嫌な自分ではなくね、なんとなくいい感じの自分から見て、この景色を見て、さらに何をどうしたらいいのかっていうのを考えているっていう形で、考えてる間のその情報っていうのはすごくいいものをキャッチできる感じがしますね。そしてでもちょっと見てみようかな。ちょっと待ってくださいね。なるほど。実際の運勢としてはね、もうとっても明るくて、遠くまで行っていいよみたいな、その切符が手に入るよみたいな感じの時なんですけども、人ってやっぱり守りたいものがあるってなると、なんか下手に行動を取れないというかね、こう乱したくない、今の生活を乱したくない、今でなんとか守れているんだったらエネルギー消費は最小限にしておこうみたいな、そんな感じがあるかもしれません。案はある、いっぱい案はある、こうすればいいんだ、ああすればいいんだって案はあるけど、実際に動くのが怖いみたいな感じです。でもしその動けない理由っていうのが、ちょっと今風邪ひいててとか、ちょっと足怪我しててとか、そういう身体的なことであればもちろん無理しないでいただきたいなと思うんですけども、心理的な理由であればそこはブレイクスルーしてほしいなっていう感じがします。心理的なものっていうのは誰かが変えてくれるっていうわけではなく、自分が勇気を持ってその恐怖に入っていくぐらいにすると、抜けて違う世界が見えたりするのでね。そして、4月の特にその4月の21日のですね、自分のオリジナルなオリジナリティをもっと発展させていくとか、今までの既存のものを超えていくよっていうエネルギーに関しては、獅子座の皆さんはもう今年に入ってからずっとですけど、社会運っていうところにこの光が当たっているので、なんだか自分の世界や自分の社会環境が華やかだなとか、賑やかだなとか、楽しそうだなみたいな感じに感じやすい時なんです。だからこそ慎重に、今のこの楽しさを崩さないようにって思うかもしれないですけど、多少何かをしたところで崩れませんから、この運は。なので変にこう気を使いすぎて出し渋るとか、こう出渋るっていうよりは、もっと何も考えずに行っていいよみたいな感じがあります。そして社会が華やかな時っていうのは、いろんなことあったりしますが、でもそれも全部後で考えたら本当に豊かな時間だったねっていう風になるような時期なので、安心してください。でその後ですね、5月っていうのも、もう5月1日から火星というバイタリティがさらに好きなようにやっていいよみたいな感じで、すごくこう獅子座の皆さんを応援してくれてるので、楽しいと思いますね。5月もとっても、5月一番際立っているのは社会運です。もう4月もね、そうやって自分の世界広がるよみたいなところから、さらに社会運っていうものが大きくなっているので、何か外の世界と関わるきっかけがあるんだと思うんです。それはもしかしたらどこかに行く、旅行に行く予定があるっていうこともあるかもしれないし、またはなぜかこう外との付き合い、周りとの付き合いっていうのがすごく多いとか、外に行くきっかけが多い、行かざるを得ないみたいなね感じもあるかもしれませんが、5月っていうのは本当にそういうわーって舞い上がるような時なので、獅子座の皆さんは勇気を持って自分っていうものを表に出していけば、めちゃくちゃ楽しい5月になると思います。で星はそんな感じなんですけれど、カードで見るとやっぱり行くのが怖いとか、やっぱりどうだろうかみたいな感じで、ちょっと足踏みしてるなって感じです。でも情熱があるならぜひここはね行ってほしい、行動に移してほしいです。多少お金がかかったっていいと思います。なぜならばお金っていうのは価値あるものですよね。それを自分がずっと持っておくのか、そのお金というものを何か別のものに変えて、経験というものに変えて経験値として自分が持っておくのかの違いだとしたら、どっちでも使えるんですよっていうふうに言われていて、
むしろこの5月の華やかな社会運がある時に外で自分が何を経験したかっていうことが自分の人生にすごく響くので、自信になるっていう感じなんですね。ですから例えば長らく働いてなかったっていう方とかはこの時期ぜひね、ボランティアでもいい、何でもいいので外に出て何か社会と関わるっていうことをされると、すごくこう馴染んでくるっていうのかな、リハビリになったりとか、自分はこういう世界が好きだったみたいなことを思い出したりとか、すごく世界が明るくなるんですね。それをしてほしいと思います。でまた社会運がある時っていうのは仕事運があるとか上司運があるとか、いい環境に引っ張られやすいっていうのがあるので、星で見ると。なのでじゃあもっと勉強しないととかってね、一生懸命専門知識を得ようっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、5月はとにかくもっとね気楽に楽しんでください。5月本当楽しいなみたいな感じの時なので、私の生きてる環境って例えばいろいろあるけど、でもこんなにも楽しいじゃないとか、こういうとこがいいよねみたいな、自分の環境の中のいいところをたくさん感じて過ごしてほしいなと思います。そしてさらに、中旬ぐらいもとっても華やかでいいんですけど、5月のもう20日以降になるとさらに流れが強くなる。さらに友人とか知り合いとか団体とかサークルとかそのコミュニティとか、そういうつながりっていうのもすごく増えそうな感じがあるし、実際とっても楽しそうなんですね。なので勇気を持ってコミュニティ入ってみるとか、新しい世界に足を踏み入れてみるみたいにすると、獅子田さんのいいとこ出てくるなって感じがします。そしてもう5月の26日からはですね、木星というその発展運も新しいその未来を見ていくよっていうところで使われていくので、関わる人が変わってきそうな感じがします。でカードで見ると6月っていうのはなんか幸せなんだけど、その幸せがどんな幸せなのかわからないみたいな感じもあって、幸せすぎてわからないみたいな感じもあります。ただ家族感はとってもいいような気がしますね。家族とかもしくは家族のようにこう親しんでいる仲間とか、その中ではものすごく自分の良さっていうものを使っているというか、自分の良さで家族が成り立っているみたいな、そんな感じがあるので、家族いませんっていう方もですね、職場でも何でも自分が家族だと思ったらもう仲間なので、そこで自分の力っていうのを十分発揮してるなって感じがします。ですのでこうやって見ると獅子座の皆さんってね、責任感もあるし堂々としてていいって言われてるけど、意外といや自信ないです、本当は自信ないんですとか、いやいや人目出たくないですって方も多いと思うんですけどね、この4月5月6月だけは本当に自信を持って外に出てほしいなと思います。外に出るっていうか人と関わってほしいなと思いますね。それが一番の開運です。で人と関わる方が、もしくは社会と関わる方が、獅子座の皆さんが持ってるいいところがものすごく評価されたりとか表に出てくる感じがありますね。はい、で気をつけることっていうのはバランスを保とうとしすぎないことですかね。あとやっぱりこれちょっと他の時もよく出てくるんですけど、自分で自分のことを縛らないように気をつけてくださいねっていう感じです。自己ジャッジが強いとか、せっかくいい時で頑張ってやったんだけど、あんなことして私ダメだったかなみたいな感じで後からね自分を責めたりとかしやすいので、この時期ね誰も責めないですおそらくみんながみんながそれぞれに楽しいエネルギーを放出して、その楽しいエネルギー自体がみんな集まって現実が作られていくっていう感じがあるので、中には忙しいっていう風にされる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、できるだけ喜びにフォーカスしてほしいなと思いますね。自分を制限するとか、もっと自分を叱咤激励するっていうよりは、もうちょっと力を抜いて好きなようにやっていいんだよって、十分自分の力発揮してますよって感じがしました。そしてオラクルが運命の輪の逆なんですよね。なのでなんか世界が新しく変わろうっていうような感じがするけど、まだ扉開いてるのか開いてないのかわからないみたいなね感じかもしれません。でも実際はやはり6月っていうのはすごく殻を破って喜びが出てくるよっていう時なので、人との付き合いはとっても楽しいんです。特に6月6日の新月のあたりっていうのは仲間がいるって感じがするんですね。獅子座の皆さんは仲間がいる、自分は受け入れられてるって感じを感じられると思います。
人間関係濃いですから、その人間関係の中で培った能力や魅力っていうものが6月はふんだんに出ると思ってくださいね。でその後いろいろ少し落ち着いてからおそらく夏のねお誕生日のあたりにもうどうぞみたいな感じで好きにやってくださいみたいな感じがあるので、それまでっていうのは特にこの4月5月6月っていうのは可能性がとっても開いてる、膨らんでいる、新しい世界というか華やかな世界を自分の好きなようにスキップしてでも歩いてでも進んでくださいっていうのが一番のメッセージでした。何もその何かを押しのけて進んでいかなくちゃいけないとか、まだ自分では準備ができないのに無理やりやらなきゃいけないっていうわけではなくて、今の自分のままでいいんだ、今の力を抜いた自分で十分できることをやっていくだけっていう感じがしました。なのでもし目標があるとかね、もっとこうしたいですっていう方にとってはもうちょっとだけね時間かけてもいいかもねって感じがあります。今の状況でできることをやる。はい、そんな感じかな。なのでこれをね皆さんのお仕事や人間関係、恋愛とかお金のこととかに当てはめてちょっと考えてみてください。また2週間とか1ヶ月ごとのタロットっていうのもその都度やっていきますので楽しみにしててください。ということで、もし今回の内容で分かりましたとかきっとこうだと思うという方はコメントでお寄せいただけると嬉しいです。最後にもう一回ちょっとこれだけ目指してください。オラクルカードです。この3ヶ月の獅子座の皆さんのテーマですね。この3ヶ月の獅子座の皆さんどうでしょうか。はい、どう？アーキエンジェルザキエルさんが出てきましたけど、このカードをじーっと見てご自身で感じることがあればそれもメッセージだと思うので、どんなメッセージ感じたよっていうことがあればぜひコメントで聞かせていただけると嬉しいです。やっぱり自己需要とか自分を許してねっていうのをすごく言われてる気がします。胸にハートに手を置いてね、黄色い花で自分を祝福してる感じがします。今のままでいいんだよっていう、今のままでいいっていうのは何もその外見的なものとか全てを甘く許すっていうことではなくて、本来持ってる気質や才能っていうのは必ずみんなあるので、それこそを認めてくださいって感じがしたんですね。はい、ということで何かしら伝わりましたでしょうか。こんな感じで終わらせたいと思います。はい、ぜひね自分の価値を見つけられる穏やかで楽しい3ヶ月にしてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。